はい、ということで今からみさき流アイラインのやり方を細かく説明していこうかなと思うんですけど、私他の動画でもショート動画でも結構何度もやってるので、もうやってるよっていう方もいるかなと思うんですけど、なんかうまくいかないんだよねっていうコメントも結構いただいていたので、今回さらに詳しくコツとかを説明しながらやっていこうかなと思います。で、今もうアイシャドウが終わっていて、今日めっちゃ赤いんですけど、赤リップをしようかなと思って、でまず使っていくのがジェルライナー、ペンシルタイプのクリームアイライナーみたいなタイプのものをおすすめしています。リキッドタイプでもいいんですけど、ちょっとねリキッドタイプだとうまくやるのが難しいっていうのと、あと今のトレンド的にこのやり方ペンシルでやるのが一番自然にできて、あと修正が効くので結構簡単っていうのもあって、このやり方をおすすめしてます。このアップのまま喋っててもあれなんで早速やっていくんですけど、今日はこのキャンメイクを使っていきます。クリーミータッチライナーの02番ですね。でまずこのね間を埋めていきます。こんな感じで引いていくんですけど、例えばアイラインやった後にマスカラやるとなんかアイライン汚くなっちゃうんだよねっていう人は、これをやる前にビューラーで上げるっていう方が多分効率的かなって思います。なので今ちょっと中途半端にアイライン引いちゃったんですけど、一旦ビューラーしますね。結構ね取れちゃうんですよね。際からまつげを上げようって思ってがっつりやると、そうちょっとわかるかな、今まさになんですけどこんな感じでちょっとアイラインがねよれちゃったりするので、先にビューラーやっちゃった方が効率的だと思いますね。その方がアイラインよれる心配なく思いっきりビューラーで上げられるので、そっちの方が良かったかもしれない。その後にこのクリーミータッチライナー、これで間を埋めていきます。で目尻は今の段階では無視して、このまつげの間だけを埋めていきます。はい、こんな感じで今こうやってアイラインが引けたんですけど、これもね二重幅とかその目の形によってあんまりライン引いちゃうとこう埋まってるように見えちゃうから、逆に目がこう奥まっちゃうとかいう人もいると思うんですね。そういう人は目尻だけでもいいと思うので、やってみてもしちょっと違うなって思ったらスキップするっていう感じでやってみてください。で私はもう本当に今軽く引いた感じですね。でやったらこの後にマスカラをやります。私が普段使っているコスメとかって結構海外のもので、だから頑張ってこう韓国のものとか日本にいても割とゲットしやすいものを普段使うようにはしてるんですけど、なかなかね全てをっていうわけにはいかないんで、ルックファンタスティックとか私お仕事をたまにさせていただいてるんですけど、あそこのサイトだったら割とコスメもありますね。それ以外でも買えるあれがあるのかな、アイハーブとかでも買えるのかな。はい、こんな感じで今本当に軽くねマスカラをやってまつげが上がっている状態なんですけど、この後にこの目尻の跳ね上げラインを作っていきます。っていうのもその最初にやっちゃうといまいちどこのねラインに沿ってやったらいいかっていうのが分かりにくいっていうのがあるんですけど、まつげが上がってる状態だとそのまつげの流れに沿って上げれば結構自然に見えるので、やりやすい、分かりやすいかなっていうところでまつげを上げた後にやるといいですよっていう風に私はよくおすすめしてるんですけど、でこうやってね下に向きながらこうやってライン引くと確かにこのね皮膚もこうピーンって張るので引きやすいっていうのもあるんですけど、目開けた時にラインこっちに来ちゃったみたいなこともあると思うんですね。でそれを避けるためにやりやすいやり方なんですけど、ちょっと怖いんですけど、目をまず開けてこうやって鏡今持ってます、鏡をね見ます。で目開けて鏡を見ながらここにラインがあったらいいなっていうところにちょっと軽くラインをね描きます。でこれでこうやって目安のラインができたので、このラインをなぞっていく。で今ライン
こんな感じで、そんな綺麗ではないんですけど、まあこの感じで大丈夫です。こっちもねラインそんなに今綺麗じゃないんですけど、これで大丈夫です。でそしたらこのペンシルが乾いてしまう前に小さい筆、私はこのねエルフのコンシーラーブラシを使ってるんですけど、例えばこういう感じのとか、できるだけねこうシャープな小さいブラシの方が描きやすいです。なかったら眉毛用のこういう眉毛のブラシでもいいんですけど、これだとちょっとね厚みがあるからあんまりシャープなラインが綺麗に描けないかもっていうところがあるので、やっぱりこういうブラシが一番やりやすいかな。本当に1ドルとか2ドルで Amazon とか eBay とかで売ってるやつで十分です。もう安いやつでも全然大丈夫です。ちょっとやばい、乾きそうなので早めにやりますね。アイシャドウの濃い色、ダークブラウンとかがいいかなと思うんですけど、ちょっと今日はアイメイクが赤なので赤ブラウンみたいな感じでやっていきますね。この上からこのラインをね形を整えながら、これでね今こうやってラインの上をこするとペンシルラインってちょっと移動、こうなんて言うんだろう、すぐに乾燥しないので修正できるんですよね。ちょっと乾いちゃったかな、ちょっと乾いちゃったかもでもなんか言ってることはわかるかな。こんな感じで上からアイシャドウで押さえるとラインがねさらにシャープになって形が整うんですね。こんな感じで、しかもこのアイシャドウでやることによってちょっとほんわかした感じのアイラインになるっていうのと、この色味をね変えればメイクに合わせたアイラインができるっていうので、これはねめちゃくちゃ使えるテクニックだと思うので、ぜひいろんな方にやってほしいんですけど、ちょっと話してたら固まっちゃったからあんまり伸びてないかもしれないんですけど、この上からねこうやってブラシでやるとちょっとこうアイシャドウが伸びるっていう感じかな。で私はさらにこの目頭のところも色味をね合わせるっていう意味で結構太めにね影を入れます。でこれがね粉で、アイシャドウでこのペンシルライナーがセットされてるっていう感じなので、アイラインがよれちゃってこう落ちちゃうとかいう人とかでもかなり効果的なやり方かなと思います。もう結構ね本当に落ちないです。リキッドでねやった方が落ちないよっていう人もいるかもしれないんですけど、やっぱりリキッドでやると一発勝負っていうところがあるのでかなり難しいっていうのと、くっきりしたラインにはなってしまうので、ちょっと昔っぽいアイラインになっちゃう可能性があるっていうのがあるので、このやり方覚えたらめちゃくちゃ使えると思います。なのでこのさっき言ったこの間にねあんまりアイラインしたくないって人はこの目尻だけとかでもいいと思います。はい、そしたら下のラインもやっていきますね。こっからここまでは結構ペンシルでくっきり入れて、で目尻はねちょっとだけアイシャドウで影を入れるっていう感じで、これは私のメイクはだいたいこういう感じでやることが多いんですけど、こんな感じでアイラインができました。で今日まつげがちょっと控えめだったので、もしかしたらこのアイラインの説明しようと思ったら結構がっつりやっちゃったんですけど、今の説明の感じでなんとなくやり方は伝わったかな。ポイントを最後にちょっとおさらいしますね。おさらいすると使っていくのがジェルペンシルと、あとブラシ、小さいブラシですね、シャープなブラシを使っていきます。でまずまつげを最初に上げます。で上げた後にこのまつげの間ですね、ここを埋めます。で埋めたら鏡を持ってまっすぐね目を開けたままここのラインを、ここにあったらいいなラインがっていうところにピーって描きます。でこの時点ではちょっと汚いラインでも大丈夫です。とりあえず目安のラインがピッて引けてれば OK で、そのラインが引けたら今度小さいこのブラシでアイシャドウをつけてアイラインを伸ばしていきます。でこの伸ばす時も鏡見ながらまっすぐ向いて、ここにライン来たらいいなって思いながら伸ばす。その前にマスカラをしてまつげをやった後に今の工程をやるっていう
感じ。そうするとまつげが上がってるので目の完成形のイメージがつかみやすいんですよね。やっぱりまつげが全然できてなくてアイラインだけピッて描くとなんかちょっと難しくないですか？イメージがつかないというか、完成形のラインがどこにまつげのラインが来てとか分かりにくいと思うので、先にまつげをやっちゃってから目尻やるっていう方がバランス取りやすいかなって思います。そんくらいですね。この跳ね上げラインの質問をよくいただくので、ちょっと今回跳ね上げラインのやり方っていうところにフォーカスして説明してみたんですけど、分かりやすいかな、私の説明で。ちょっとでも参考になったらいいなと思うので、やってみて結構うまくいったよって人は是非コメントをよろしくお願いします。